音楽ジャンル全史、3つの系統、音楽の進化系統。はあ、もうダメです。音楽の海で遭難しました。おや、ガク君、新しい音楽を探すんじゃなかったんですか？探そうと思ったんですけど、種類が多すぎるんですよ。ポストロックにシューゲイザー、ブリッジにトラップ、ウィキペディアを見てたら、ジャンルだけで1000個以上あるじゃないですか。覚えきれませんよ、こんなの。現代音楽はカンブリア爆発のように多様化していますからね。でもガク君、安心してください。その1000個のジャンルも実はたった3つの系統に整理できるんです。たった3つ？あんなにバラバラなのに？はい、どうやって情報を伝達したかという進化のルートで分けるんです。譜面、口伝、そして機材です。今日はこの3つのルートを使って音楽の人類史を解読しましょう。これを聞き終える頃には全ての音楽がつながって見えるはずですよ。まず第1の系統、譜面、スコアの音楽です。いわゆるクラシック音楽から始まる西洋の構築の歴史ですね。これは音楽をデータ化して保存しようとした人類の挑戦です。もともと音楽はグレゴリオ聖歌のようにリズムも小節もない空中に消える祈りでした。しかしドレミという記号を発明したことで設計図が書けるようになったんです。設計図があれば大勢で巨大なものを作れますね。その通り、この系統は産業革命と深く結びついて進化しました。その象徴がピアノです。あれは楽器というより産業革命が生んだ巨大な精密機械なんです。鉄の鋳造技術と複雑なリンク機構がないと作れない当時のパーツなんですよ。トランペットもそうです。本来倍音しか出せなかったラッパにピストンという機械工学を組み込んで自由にドレミを吹けるように改造したんです。音楽と工業はセットだったのか。工業化するということは比較を統一するということです。ここで基準ピッチ戦争が勃発します。音の高さ、周波数をどうするか、昔は国や地域によってバラバラでした。しかし国際交流が増えると不便ですよね。そこで1939年のロンドン会議でイコール 440Hz と政治的に決定されました。でも一部では 432Hz の方が宇宙の波動と調和して癒されるという説も根強くあり、 440Hz はナチスのプロパガンダに使われたなんて都市伝説まであるんですよ。音の高さ一つにも政治や陰謀論が絡んでるんですね。さらに形のない音を財産として所有するために著作権という法律まで生まれました。この管理と構築の最終進化系が現代の K-POP です。制作、育成、マーケティングを分業化しトレンドを最適化して出力する世界最高峰の音楽工業化システムと言えるでしょう。しかし譜面には弱点がありました。楽譜に書けない音を捨ててしまったことです。そこで対抗勢力として現れるのが第2の系統、口伝、オーラルの音楽です。アフリカをルーツに持ち身体能力と即興、そしてグルーヴを重視する一派です。ジャズやロック、ブルースの先祖たちですね。彼らの音楽は構造解析すると面白いですよ。現代音楽の9割の母体となったブルースはたった3つのコードと12小節のループです。シンプルすぎる構造だからこそ誰でも参加できる最強の OS になったんです。そしてその上で演奏されるジャズ、あれはデタラメに演奏しているようで実は高度な確率論なんです。瞬時に複雑なコード理論を計算し最適解の音を選び続けている黒人差別の歴史の中で知性と技術を証明するための瞬間の芸術だったんです。感情だけじゃなく数学的な頭脳線でもあったのか。この系統は人間の身体能力の限界にも挑みました。ブルーグラスをご存知ですか？電源を使わないヘビメタルと呼ばれるほどアコースティック楽器で超高速演奏をするジャンルです。そして本家のヘビメタル、あれは音楽的アスリートです。高速バスドラムの物理学と様式美に隠された高度な身体操作。一方でリズムの概念を変えたのがレゲエとファンクです。レゲエは脅迫を捨てるワンドロップで時間にゆとりを作りました。ファンクは全ての楽器をドラムにするという発明でメロディを捨ててリズムに特化しました。技術を磨く方向だけじゃないんですね。技術そのものを否定したのがパンクです。うますぎるロックへのカウンターとして誰でも表現者になれるというでいい革命を起こしました。文化人類学的に見ればこれは音楽の民主化だったと言えますね。そして20世紀後半、音楽の定義を根底から覆す第3の系統が誕生します。機材、マシンの音楽です。人間ではなくテクノロジーが主役になる時代です。始まりはエジソンの蓄音機、音そのものを記録できるようになったことです。ここから再生装置を楽器に変えてしまったターンテーブルが生まれました。さらにエンジニアが主役になる
ダブが登場します。演奏された音を機械で加工し、残響を加えて原曲を解体再構築する、これが現代のリミックス文化の始祖となりました。この他人の音源を使う行為は当然ながら訴訟の嵐を呼びました。ヒップホップ黎明期は無法地帯でしたが、次第にクリアランスという権利処理が必要になり、それがビジネスとして巨大化していったのも音楽史の重要な側面です。楽器の発明も革命的です。エレキギターは木の板に弦を張ることでハウリングという物理現象を克服しました。ポールが木の角材に弦を張ったログという試作品を作ったのが始まりです。空洞を埋めれば無限のサステイン、音の伸びが得られることを証明したんです。ドラムセットは3人の演奏家を1人にリストラした業務効率化の産物です。リストラでもおかげで複雑なリズムが一人で叩けるようになったんですね。そして制約が新しい美学を生みました。チップチューンはファミコンの3和音という限界を高速アルペジオで突破した技術者の知恵です。トラップのチチチチという高速ハイハットも古いドラムマシンのバグ的な挙動が定着したものです。機械のバグすらも文化にしちゃうなんて人類たくましいな。さらにデジタル化が進むと音楽は哲学や環境デザインになります。聴かなくてもいい家具のような音楽、アンビエント、空港や駅の空気をデザインし、集中や癒しを提供する機能的な音響設計です。逆にブリッジやノイズは CD の音飛びや雑音を芸術に変えました。音楽と雑音の境界線を問いかける究極の実験ですね。シューゲイザーも面白いですよ。大量のエフェクターで防音の音の壁を作り、歌声をわざと埋もれさせる音響物理学的なレイヤー構造を楽しむジャンルです。そして機材はついに歌声すらも手に入れました。ボーカロイドですか？初音ミク。はい、人間の肉体という制約から歌を解放したんです。ブレス、息継ぎが不要になり、人間には不可能な高速なメロディも歌えるようになりました。初音ミクの消失とか人間じゃ歌えないですもんね。あれは機材系統学伝、身体性をシミュレートし始めた重要な分岐点だったんですよ。最後に日本独自のガラパゴス進化についても触れておきましょう。ユーロビートです。本場ヨーロッパではすぐに廃れたのに、日本だけでパラパラやイニシャル D と結合して生き残りました。三味線の音作りも独特です。触りといってわざとノイズを混ぜる構造になっています。西洋音楽がノイズを排除してきたのに対し、日本は雑音の中に美を見出したんですね。そして今この3つの系統樹が AI によって統合されようとしています。 AI は譜面の知識を持ち、口伝のニュアンスを学習し、機材として出力します。全ての音楽ジャンルが混ざり合う新しい時代の幕開けですね。1000個のジャンル全部が歴史の必然だったんですね。その通りです。音楽は単なる娯楽ではありません。産業、政治、物理、数学、そして哲学が絡み合った人類の英知の結晶なんです。そう思うとわけのわからないジャンル名も愛おしく見えてきますね。歴史の最先端を聞いてるんだって。皆さんの好きな音楽ジャンルはどの系統に属していますか？ぜひコメント欄で教えてください。マニアックなやつ待ってますよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。